ご覧ください。完全に飽きた顔です。死んだ魚のような目をしています。またこのおもちゃとね、そんな声が聞こえてきそうな態度です。一般的な世間のイメージ通り、やはり猫は気まぐれで少し飽きっぽい生き物のようです。ワビちゃんはこっちの方が楽しいかな。まあその自分にね素直な生き方が猫の魅力であったりもするのですが、ことね猫と遊ぶことに関してはこの飽きっぽい性格は我々愛病家の悩みの種になってしまいます。あくびしちゃったよ。こちらは、今までね遊んでは飽きられ、また新しいものを買っては飽きられといった、永遠に終わることのない輪廻の輪を繰り返すことで積み重なった猫のおもちゃの墓場です。ちなみにねこれが全てではありません。悲しいかな、すでに廃棄処分されてしまったものも数え上げれば枚挙にいとまがありません。このように100均だろうが高性能なおもちゃだろうが、猫のおもちゃは最後には必ず飽きられるというね悲しい宿命を背負っています。さらにね飽きてしまう以外にも猫のおもちゃにはついて回る問題があります。おもちゃの耐久性です。猫とおもちゃで遊ぶと、言いますが、猫からしてみれば獲物が本物ではないだけで遊びではなく狩りなんですね。ですので、舐めてかかると流血騒ぎになりかねません。結構ガチできます。こちらはね、ゆきみちゃんの赤ちゃんの頃の様子です。我が家の猫ながら可愛い。もはやね、造形美の領域に達していると言っても過言ではありません。こんな小さな赤ちゃんですら狩りの真似をして遊ぶほど獲物を狩るという行為は猫の本能に深く刻み込まれているようです。きっと野生というのは我々が想像している何倍も厳しいものなのでしょう。猫にとってみれば食料確保というね生きるか死ぬかの勝負です。これがおもちゃではなく本物の生き物であれば、鋭くて長い剣士が、猫なのになぜか剣士なんですが、これがね的確に喉笛を突き刺しますので、こんなね簡素なおもちゃであれば一瞬で破壊されてしまいます。買い替えのたびにお金もかかるので、正直おもちゃメーカーさんにはもう少し耐久性の高い商品を開発していただきたいと思う次第です。毎回買うとお金がかかるから壊れてほしくはない。しかしながら猫は飽きっぽいから新しいおもちゃを与えたい。猫飼いさんたちは、この2つの相反する問題の板挟みになりながら日々悶々と暮らしているわけですね。まるで上司と部下の板挟みになっている会社での私の姿を見ているようで黙っていられません。そこで今回、同時に解決することが不可能と思われたこの問題を解決するため、あまたのおもちゃをダメにしてきた私がたどり着いた一つの商品をご紹介したいと思います。別にメーカーの回し物でもなく宣伝依頼をもらっているわけでもありません。本当に効果が高いと思う商品です。それがこちら、キャティーマンじゃれ猫チューダース12個入り。どうでもいいんですが、なぜかね猫のおもちゃはちょいとふざけたネーミングのものが多いですね。私もその仕事してみたいです。おそらくこんな感じでしょう。この商品はニャンニャンフリフリで決まりでしょう。何を言うか、ニャンコ突撃大乱闘の方がいいに決まっているだろう。部長がそう言うなら、くそ後で倍返しだとかね、そんなふざけた会話を真面目な顔して喋っているに決まってます。こちらを挙げた理由は4点。食いつき、耐久性、交換容易性、コスト。解説はねつまらないと思うので後回しにして、まずは使い方を説明していきます。この商品は、猫に与えて自分で遊んでもらうということを想定しているようですが、私は、紐をねつけて遊びます。ここから、衝撃映像ですのでご注意ください。これねライブ配信でも同じことをやったので、一回見たぞこの野郎という方もねいらっしゃるかと思いますが、そこはね、高画質版だと思ってご納得いただければと思います。はじめはねこの尻尾の部分を紐で結んでいたのですが、そんな甘い結びでは、猫にね瞬殺されてしまいます。実際にねライブで生配信中にそれをやらかして内心かなり焦ったこともありますので、皆さんもくれぐれもご注意ください。紐で結んでいる理由は2つありまして、1つは、誤飲をね防止するという目的です。誤って飲み込んでしまうと、最悪ね本当に手術とかすることになりますので、このように、紐で結んで必ず人間のいるところで遊ぶのが良いかと思います。それからですね、もう1つはやはりね人間が動かしてあげた方が食いつきが段違いに良いです。電動でね動くおもちゃなどもありますが、あのようなね子供騙しでは子供は騙せても猫は騙せません。動物の本能を甘く見てはいけませんね。
かの有名な映画ジュラシック・パークでも恐竜の本能を甘く見ていたがために毎回大惨事が起きてますね。あれはね、もう5作ぐらい出てますが、毎回ね、同じ失敗を繰り返しているので、いい加減反省した方がいいと思います。結構ね、バカにならない数の死者も出てますからね。とにかく、動物の本能というものは作り出された動きでは満足しないと考えた方が良さそうです。それではね、遊ぶ様子をご覧いただきながら、このおもちゃの4つのポイントを解説していきます。まず食いつきですが、これはね、ご覧の通りです。ネズミといえばね、猫の主食。またね、以前の動画でも同じことを言いましたが、猫の手も借りたいという言葉がありますが、これはね、ネズミを狩ること以外は何の役にも立たないような猫であっても、その手を借りたいという、猫にとってはね、少し失礼な由来があります。この猫の顔を見ながら同じことが言えますかねと昔の人に問うてみたいです。逆に言うと、猫はネズミを捕まえることに全身全霊を注いでいるということもできなくはないですね。そのぐらい猫が大好きなネズミ、食いつきが悪いわけがありません。続いて耐久性。こちらはね、すぐにおもちゃが壊れないためという目的の他に、実はね、猫が獲物を殺すというプロセスを行うためにも重要です。猫が獲物を捕まえた際は、この長いね、剣士を獲物の喉笛に突き刺して息の根を止めるわけですが、このね、殺すというプロセスを踏むことで、猫の野生の本能は満たされます。つまり、猫と遊ぶ際は、猫を走り回らせるだけではなく、最後はおもちゃをキャッチさせて、猫の狩りを成功させると。そうすることで、猫の満足度が高まるというわけですね。このおもちゃはね、中身はプラスチックですので、猫が獲物を殺す作業、つまりね、剣士を突き刺す行為を行うのに十分な耐久性があります。ただしね、プラスチックは飲み込むと大変なことになるので、誤飲しないように注意しましょう。交換容易性。頑丈なおもちゃでもね、いつかは壊れますし、飽きられます。そんな時でも家にストックがあれば、わざわざペットショップに買いに行かなくても、すぐに交換することが可能です。特にね、猫が覚醒する夜はおもちゃの破壊率も昼間に比べて飛躍的に向上することが想定されますが、当然お店は閉まっていますので、そんな時は大量のストックが役に立ちます。一般的にね、猫のおもちゃは2、300円から1000円程度のものが多いと思いますが、こちらはね、Amazon で12個入りが696円です。ですので、ネズミ1個あたり58円です。どうですか、お客さん。さらに、棒と紐は使い回せるので、おもちゃ1個あたり58円で、この食いつきはかなりのコスパですね。しかも今なら30分以内にご注文のお客様に限り、子猫を1匹お付けします。とかだったら間違いなく買ってしまいます。そりゃオペレーターも増員しますね。いくらね、食いつきが良いと言っても、やはり毎日遊ぶと飽きてしまうので、靴と同じように何種類かのお気に入りのおもちゃを見つけて、それらをローテーションすると、さらにね、おもちゃの寿命を伸ばしてあげることができると思いますので、ぜひ試してみてください。最後に告知とお願いなのですが、この度ですね、グッズが欲しいというコメントにお答えして、わびさびチャンネルのオリジナルグッズの作成の検討を開始しました。実現するかどうかは今の段階では全然わかりませんが、この場でね、第一報をさせていただきます。で、私がね、今悩んでいるのが、どんなグッズを作ろうかということなのですが、このチャンネルの視聴者様は、どうやらですね、半数以上が女性のようでして、私のようなね、おっさん、ましてやね、ママへのサプライズプレゼントでは、毎回微妙な顔をされながら、形式ばかりのありがとうをいただくような人間に、女性の気持ちなどわかるわけもなく、このままではね、作られるグッズも相当微妙なものになることが容易に想定されます。ですので、もしね、欲しいグッズがある方は、この動画のコメント欄に書き込みをお願いいたします。すべてのご要望に対してね、実現するお約束はできないのですが、可能な限り考慮させていただこうと思います。それではね、本日は以上となります。週末は、ライブ配信なんかもやってますので、チャンネル登録の上、ぜひ生の猫たちの姿を見に来てください。またね、ママブログもやってます。私が仕事でいない時の猫たちの姿をご紹介していますので、ぜひご覧ください。ではまた3、4日後にお会いしましょう。それじゃあ、バイバイ。